アニョンシオニムです。ほんまに暑くて毎日がしんどいです。でももう夏休みが始まるので幸せです。でも夏暑すぎてほんまにどっかに避暑ってなんかどっか行きたいなって思ってる感じです最近。皆さんはどうやって過ごしてますか？では今日はシオニム自分がなんで日本で YouTube を始めたかについて話してみたいと思います。なぜ韓国じゃなくて日本を選んで YouTube チャンネルを作ってるか、これからどうするか、何をためか、未来的にはどうしたいかなとか、なんかそれについて話してみたいなって思います。では、いきます。最初、YouTube をなぜ始めたかについてです。一応 YouTube チャンネルは2023年12月10日に作ったんですけど、最初は作って何も別にやってなかったんですよ。で、その時は自分 TikTok アップロードだけやってて、YouTube はどんな感じで作ろうかなって悩んでました。でも、ある日、韓国の旅行 YouTuber さんを見てたんですけど、自分も旅行好きやし、なんか旅行に興味深いから、こんなに情報を探してみたりやってるので、自分もこんなんできるんじゃないかなって思いました。で、一応TikTok に載せてる1分のショーツみたいなやつを YouTube に一緒に載せることにして、それが2024年の2月からです。で、最初は日本と韓国の関連したコンテンツをちょっとずつ上げてましたけど、なんかコメントとか見たら思ったより以上韓国または日本について偏見が多いかなって思いました。これは韓国人だけじゃ日本人だけじゃなくて両方全部偏見持てる方が多かったです。で、自分は韓国でも20年以上住んだし、それもプサンとかソウル、ジェジュとかいろんな地域に住んでいろんな仕事もやったりいろんな経験を積んできました。で、日本に来てもうほぼ4年ぐらいだし、いろんな仕事をやってみたり、またいろんなたくさんの人と出会ってたくさんの話もやってみて、ネットじゃなくて数値じゃなくて自分が自身で自分の皮膚で感じた実際の韓国と日本についてみんなに教えてあげたい気持ちになりました。で、自分は韓国が日本よりいい、日本が韓国よりいいとかじゃなくて、ほんまに真ん中におって、ほんまに自分が感じたそのまま、いいところはいいって、良くないところは良くないって話したいなって思うことになったので、再生数のためにとか YouTube のためにじゃなくて、いつも真ん中で自分が感じた、ほんまに住んでみながら感じた話を皆さんにちゃんと教えたいなって思いました。なので、あるその話そのままそれを20代の観点として皆さんに教えてあげようって感じのチャンネルになってます。自分は一つの地域にずっと住んでない理由は、その国、その地域、一つのところで住んでたら、やっぱ視野が狭くなっちゃいます。やっぱり考えることが固まっちゃうんで、もうちょっといろんな地域行ってみて、いろんな人と出会って、いろんな文化を学んで、また新しい考え方とかを勉強して、自分自身で成長してみたいなって思って、それをもうちょっとちゃんと自分が真ん中の感じで、日本人、韓国人だけじゃなくて、全世界の人になんか教えてあげたらいいかなって思うことになって、将来はまた日本じゃなくて他の国でも住んでみたいなって思ってます。で、今は日本に住んでるので、日本と韓国で20代が住んでみて感じた話だけ真ん中で話したいと思います。で、これからはどうするかについてなんですけど、今は国の設定を日本でやってますが、ちょっと心配はあります。何の心配かというと、もちろん全部ではないんですけど、やっぱり喧嘩の方、韓国が嫌いやから普通にいろんなアンチコメントをやってる方で、自分普通に日本好きなんですけど、そんな人もう現実にはないことしてますよ。でもネットではたくさんいますよ。たくさんのコメントを書かれるので、喧嘩の方でたまにはちょっと悲しい時があるかなって思います。偏見の塊っていうか。でもそこまで気にしてはなくて、結局はそんな人もあるしこんな人もあるので、ただ残念だと思いますよね。現実で住んだこともないのに自分の考えだけでなんかネットで変なチラシだけ見てで思っているのがちょっと残念だと思います。ちょっとかわいそうだなとも思うし、あと自分がいつ日本から離れるかも知らないんですよね。日本が嫌とかじゃなくて、またやっぱさっき言った通りに他の国でも住んでみたいから、他の文化、他の人もたくさんあって、また新しい文化とか学んでみたいから、いつか日本を離れてその国にどこ行くかは知らないんですよ。その国に行って
日本語で投稿したらなんか今のチャンネル登録者さんが見てくれるかなとかもちょっと心配してるし、もちろん離れないかもしれないです。ずっと日本に住むかもしれないんですけど、もう正確なことはどうなるかわからないからで、ちょっと心配な部分はあります。でも最近はちょっとずつチャンネル登録者さんが増えててちょっと嬉しいです。皆さんありがとうございます。でも最近は再生数がチャンネル登録者さんより少なく、あまり上がらなくてちょっと悩みはあるんですけど、もうちょっと自分が努力します。で、今すぐは日本に住みながら自分が感じた韓国と日本の違いについて説明しながら、また日本の旅行、あとは韓国旅行について載せたいなって思ってます。なので皆さんよろしくお願いします。結局は YouTube を作ったのは、最初は TikTok もやってるから自分 YouTube もできるかなって思って作ったし、思ったより韓国の偏見、日本の偏見が多いから、それをちょっとなくしたい。ほんまに今の現実2024年、昔の資料じゃなくて自分が皮膚で感じたことを皆さんに説明したいって気持ちで今 YouTube を動かしてます。なのでこれからもそんな偏見をなくしたり、また他の国にも行って、また他の考え方、他の国とはどう違うかについても載せたいなって思います。なので皆さんたくさんの応援お願いします。いつも視聴してくれたり、いいねをやってくれたり、コメントもやってくれたり、チャンネル登録もやってくれたり、ほんまに毎日感謝しております。もっと成長していつか皆さんに返してあげたいです。あとちょっとで収益もなんか出るんですけど、収益が出たらたくさん皆さんにイベントとかやって返したいなとも思っております。考えてます。なので皆さんいつもありがとうございます。ではまた次の動画で戻ってきます。